この世界は本当に現実なのでしょうか。私たちが見ているもの、感じているもの、それらすべてがプログラムされたものであったらどうでしょう。真理の座標へようこそ。このチャンネルでは、この世界の真理を無数の軸方向から探求しています。この世界の真理に到達したい、自分の人生観を変えたいと思ったそこのあなたは、忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。この世界が仮想現実や情報の投影である可能性を科学者たちは真剣に議論しています。2024年、宇宙物理学と量子力学の研究が新たな仮説を浮かび上がらせました。シミュレーション仮説、ホログラフィック原理、多元宇宙論、量子意識仮説、そして時間と空間の幻想説。これらの仮説は私たちの存在そのものを再定義しようとしています。この動画では最新の科学的知見と哲学的考察をもとにこれらの仮説を紐解いていきます。最後には情報と意識という鍵が示す驚きの結論をお届けします。ぜひ最後の真理までお付き合いください。シミュレーション仮説、この世界はプログラムか。私たちの現実が高度な文明によるプログラムの一部だったとしたら、この問いを科学的に探求するシミュレーション仮説。最新研究がその可能性を後押ししています。シミュレーション仮説は、私たちの現実が高度な技術によって作られた仮想世界である可能性を提案します。例えば、映画マトリックスのように、私たちが体験しているすべてが高度なプログラムの一部だとしたらどうでしょう。2024年の研究では、カリフォルニア工科大学が量子現象にエラー訂正コードに似たパターンを発見しました。この現象は、私たちの宇宙が何らかの計算システムで動作している可能性を示唆します。もしこれが事実であれば、現実とは何かを根本から問い直す必要があります。さらに、物理学者ジェームズ・ゲイツ博士の研究では、宇宙の基本的な法則にエラー訂正コードが埋め込まれていることが明らかになりました。このコードは、現代のコンピュータープログラミングで使用されるものと酷似しています。さらに、量子力学の観測者効果は、現実がレンダリングされる仕組みに似ていると指摘されています。これらの発見は、私たちの宇宙がただの偶然ではなく、設計された可能性を示唆しています。では、その設計者とは誰なのでしょう。シミュレーション仮説を支持する哲学者ニック・ボストロムは、過去の文明がシミュレーションを作る可能性が高いと述べています。それは歴史を再現するためか、あるいは娯楽のためかもしれません。しかし、この仮説には倫理的な問題も浮上します。例えば、私たちの感情や意志がプログラムされたものである場合、それは自由意志と呼べるのでしょうか。また、私たちが仮想世界の一部だとしても、その中での選択に意味はあるのか。この仮説は、私たちの存在そのものを問い直します。シミュレーション仮説は、現実がどれほど複雑で計算可能なものかを示唆します。この仮説が正しければ、私たちの存在そのものが壮大なプログラムの一部かもしれません。ホログラフィック原理、宇宙は二次元情報の投影か。私たちの三次元の世界は、実は二次元情報の投影に過ぎないのかもしれない。ホログラフィック原理は宇宙の構造に革命的な視点をもたらします。ホログラフィック原理は、宇宙全体の情報が2次元の表面に記録され、それが3次元の現実として投影されているという仮説です。この考えを提唱したのが、理論物理学者フアン・マルダセナ博士です。ブラックホールのエントロピー情報量がその表面積に比例するという発見が、この仮説の基盤となっています。さらに、2024年のスイスの欧州原子核研究機構 CERN の研究では、ブラックホール周辺の情報保存の仕組みが観測され、この仮説を補強する結果が得られました。
この理論が正しいとすれば、私たちの世界は実在するものではなく、巨大な情報の投影に過ぎないのかもしれません。さらに、この仮説は私たちの日常生活にも新しい解釈をもたらします。例えば、人間の脳が記憶を保存する仕組みがホログラムに似ているとの研究があります。カリフォルニア大学の研究では、記憶や感情が2次元の情報として保存され、それが脳内で3次元的に再現される可能性が示唆されました。もしホログラフィック原理が事実であるならば、私たちが経験するすべての感覚や思考もまた、情報の投影の一部かもしれません。この視点は、私たち自身の存在そのものを問い直すきっかけになります。ホログラフィック原理は、量子力学とも深く関わっています。量子もつれや不確定性原理など、物理法則が示す謎めいた現象は、3次元の現実が2次元の情報に依存している可能性を示示します。例えば、量子もつれは、離れた粒子同士が瞬時に情報を共有する現象です。この現象が2次元の情報空間で説明できるなら、私たちの宇宙は情報ネットワークとしてつながっているのかもしれません。この仮説は、物理学の枠を超え、哲学や心理学にまで波及する影響を持っています。ホログラフィック原理は、宇宙を情報の集積として捉える新しい視点を提供します。この仮説が正しいなら、私たちの存在は2次元情報が作り出す現実の投影なのかもしれません。多元宇宙論。宇宙は一つではない。宇宙は私たちがいる一つだけではなく、無数に存在するのかもしれない。多元宇宙論は、宇宙の広がりと可能性に対する人類の認識を一変させます。多元宇宙論は、私たちがいる宇宙が無数に存在する多元的な宇宙の一部であると提案します。この考えを広めたのが、カリフォルニア大学の理論物理学者アンドレイ・リンデ博士です。彼の研究では、ビッグバン後の急激な膨張インフレーションが複数の宇宙を生み出した可能性が示されています。それぞれの宇宙は泡のように独立して存在し、異なる物理法則や特徴を持つと言われています。2022年の宇宙背景放射の観測では、冷たい斑点と呼ばれる異常が発見され、これが他の宇宙との衝突の証拠である可能性が議論されています。この仮説は、私たちが住む宇宙が唯一無二ではない可能性を示唆します。例えば、ある宇宙では重力が強すぎて星が形成されない一方、別の宇宙では光ではなく重力波によって生命が進化しているかもしれません。さらに、量子力学が示す観測によって結果が分岐するという現象は、多元宇宙の存在を補強します。もしあなたが一つの選択をしたとき、別の宇宙では別の選択が現実となっている可能性があるのです。これは私たちの人生に新たな意味を与えるかもしれません。多元宇宙論は哲学的な問いも引き起こします。無限の宇宙が存在するなら、私たちはなぜこの宇宙にいるのか、偶然なのか、それとも何かしらの意図が働いているのか。科学者の中には、人間が生命を観測できる宇宙だけが認識されるとする人間原理を提唱する者もいます。しかし、それだけで説明が十分だと言えるでしょうか。多元宇宙論は、私たちが知る現実が非常に小さな一部分に過ぎないという可能性を提示します。この仮説は SF 作品にも大きな影響を与えています。映画インターステラーやドクター・ストレンジなどでは、多元宇宙が描かれています。これらの作品は、科学の仮説をエンターテインメントとして表現した例です。ただし、多元宇宙論を完全に証明することは非常に困難です。他の宇宙にアクセスするための技術や理論が必要ですが、それらはまだ発展の途中です。この仮説がもたらすのは、宇宙の壮大なスケールへの驚きと未知への探求心です。多元宇宙論は無限の可能性を提示します。もしこれが正しければ、私たちの選択や人生の意味は
無数の宇宙の中で新たな形を持つかもしれません。量子意識仮説、意識が現実を作る。意識とは何か。量子意識仮説は、私たちの意識が量子現象と深く結びつき、現実を形作る鍵となっている可能性を提示します。量子意識仮説は、意識が量子力学の法則に基づいているという大胆な考え方を提案します。この仮説を提唱したのが、物理学者ロジャー・ペンローズ博士と麻酔科医のスチュアート・ハメロフ博士です。彼らは、脳内の神経細胞に存在する微小管が量子状態で働き、意識を生み出している可能性を指摘しました。2023年の研究では、微小管が極低温状態で量子現象を示すことが確認され、これが意識の根幹に量子力学が関わっている証拠かもしれないと議論されています。この仮説は、意識と物理的現実の関係を根本から問い直します。さらに、量子力学の観測者効果はこの仮説を補強します。観測者効果とは、粒子の状態が観測される瞬間に確定する現象を指します。もし意識が観測行為を通じて現実を確定させる役割を持つならば、私たちの意識そのものが現実を形作る創造者なのかもしれません。この考え方は、意識が現実を変える力を持つというポジティブなメッセージをもたらします。そして、それは私たちの思考や行動が現実を直接的に変える可能性を示唆しているのです。量子意識仮説は哲学的な問いも呼び起こします。例えば、私たちの意識はどこから来て、どこへ行くのかという問いです。この仮説は、意識が宇宙全体の情報ネットワークに属している可能性を提示します。死後も意識が情報として保存され、宇宙のどこかで新たな形をとる可能性も考えられます。この視点は、宗教的な魂の永続性やスピリチュアルな概念とも重なりますが、科学的根拠をもとに現実的な解釈を与えています。これは、生命や存在の本質を新たな視点で捉えるきっかけとなるでしょう。しかし、この仮説には多くの課題もあります。科学者の間では、微小管が量子現象を示すことと、意識そのものの成り立ちを結びつける証拠はまだ不十分だとされています。また、意識がどのようにして脳の複雑な神経活動と量子現象を橋渡しするのか、その具体的な仕組みは未解明です。それでも、この仮説が示す可能性は私たちの現実感を大きく揺さぶります。もし意識が現実を変える力を持つのならば、その力をどのように活用すべきかが重要な問いとなります。量子意識仮説は、意識と現実の関係を再考させる挑戦的な仮説です。この考えが正しければ、私たちの意識こそが、現実を創造する鍵なのかもしれません。時間と空間の幻想説。私たちの現実は本物か。時間や空間は実在せず、私たちの認識が作り出したものに過ぎない。時間と空間の幻想説は、現実の枠組みそのものを問い直す挑戦的な仮説です。時間と空間の幻想説は、私たちが当たり前に受け入れている時間の流れや空間の広がりが、実は脳が作り出した認識であると主張します。この仮説の根幹には、アインシュタインの相対性理論があります。相対性理論は、時間が絶対的なものではなく、観測者の速度や位置によって変化することを示しました。さらに、スタンフォード大学の研究者たちは時間が存在しない宇宙モデルを検討しており、時間が現実の基本的な要素ではなく、物理的現象から派生したものに過ぎない可能性を指摘しています。この仮説が正しい場合、過去や未来は実際には存在せず、全てが現在に集中している可能性があります。私たちの記憶や予測は、脳が作り出したシミュレーションであり、それ自体が幻想に過ぎないということです。この視点は、心理学のマインドフルネス、今この瞬間に集中するという考え方とも共鳴します。また、
これが真実であるなら、過去の失敗や未来への不安にとらわれる必要はなく、今この瞬間に生きることの重要性が強調されます。さらに、量子力学の非局所性は、空間が実在しない可能性を示唆します。非局所性とは、離れた粒子が即座に情報を共有する現象で、空間的な距離が意味を持たないことを示しています。これが意味するのは、こことそこの区別が幻想に過ぎないということです。この考え方は、私たちが体験する物理的現実が、実際には情報ネットワークの一部である可能性を示します。時間と空間の幻想説は、私たちの世界観を根本的に変える力を持っています。ただし、この仮説には未解明の問題も残されています。例えば、時間が幻想だとすれば、物理学でいう時間の矢、エントロピー増大の法則はどのように説明されるのでしょうか。また、空間が幻想であるなら、重力のような現象がどのように機能するのかも課題として残ります。それでも、この仮説が示す可能性は非常に挑戦的です。私たちの現実は、認識が作り出す物語に過ぎないかもしれないのです。この考え方は、私たちが生きる今という瞬間を見直すきっかけとなるでしょう。時間と空間の幻想説は、現実の枠組みそのものを再考させる仮説です。この考えが正しいならば、私たちが体験している今だけが唯一の現実なのかもしれません。ここまでに紹介してきた5つの仮説を並べて考えてみましょう。驚くべきことに、これらの仮説には情報と意識という2つの共通点が見えてきます。これが意味するのは、私たちが現実と呼ぶものが単なる物質ではなく、情報の流れと意識の作用によって構成されている可能性です。まず、情報が現実を形成する仮説に注目しましょう。シミュレーション仮説とホログラフィック原理は、この世界が情報によって構成されていると主張します。シミュレーション仮説では、私たちの現実が高度なプログラムの中で動作しており、ホログラフィック原理では、3次元の現実が2次元の情報から投影されているとされています。この2つの仮説は、最新の科学研究、例えばブラックホールのエントロピーや量子エラー、定性コードの発見によって裏付けられつつあります。この点では、可能性が非常に高いと言えます。次に、意識が現実を確定する仮説を見てみましょう。量子意識仮説と量子力学の観測者効果が示すのは、意識が物理的現実に直接影響を与える可能性です。観測者がいないとき、量子粒子は波として存在し、観測された瞬間に粒子として確定します。これは、意識が現実を具体化する力を持っている可能性を示唆します。ただし、この仮説の証拠はまだ理論的な段階に止まっており、科学的な信頼性はやや低いと言えます。それでも、将来的な研究次第では新しい現実感を提供する可能性があります。次は、時間と空間に関する仮説です。多元宇宙論と時間、空間の幻想説は、私たちが現実だと信じる枠組みを揺さぶります。多元宇宙論は、宇宙が一つではなく無数に存在し、それぞれが独自の物理法則を持つ可能性を提案します。一方、時間と空間の幻想説は、私たちが認識する過去や未来が単なる幻想であり、今この瞬間が唯一の現実であると主張します。ただし、これらの仮説は観測が極めて難しく、証拠が限定的です。可能性は中程度から定ですが、それでも哲学的な問いを引き起こす価値があります。最後に、これらの仮説を統合して考えてみます。ここからは私の妄想としてお聞きください。真実の可能性が高いシミュレーション仮説とホログラフィック原理を融合すると、現実は情報の流れによって構成され、意識がそれを具現化するという図式が浮かび上がります。
これが情報と意識の現実論とでも呼べる統一的な視点です。この仮説は科学的な証拠に裏付けられつつあり、可能性が最も高いと考えられます。こうして考察すると、情報と意識が現実の本質を解明する鍵であることがわかります。最も信頼性が高いのは、ホログラフィック原理とシミュレーション仮説の融合モデルです。もしこれが事実なら、私たちは単なる観察者ではなく、この現実を構築する共同創造者なのかもしれません。私たちが探求してきた5つの仮説から見えてきた結論。それは、この世界は情報と意識によって形作られているという視点です。シミュレーション仮説とホログラフィック原理は、現実が膨大な情報の流れに基づいている可能性を示唆します。一方で、量子意識仮説は、その情報が私たちの意識を通じて具体化されることを示しています。これらを統合すると、私たちが現実と呼ぶものは、情報が意識によって知覚され、形作られたものかもしれないという考え方にたどり着きます。もしこの結論が事実だとしたら、それは創造主や神の存在、さらにはアカシックレコードの信憑性を高める結果になるかもしれません。創造主は情報と意識の最も高度な形態であり、この世界のプログラムそのものを設計した存在として捉えられるでしょう。また、アカシックレコードはこの宇宙のすべての出来事や意識が記録されている情報の場として、物理学とスピリチュアルの橋渡しとなる可能性があります。この結論が正しい場合、私たちの存在の意味や役割についても大きな再解釈が必要になります。私たちは単なる受動的な観察者ではなく、情報と意識を使って現実を構築する共同創造者としての役割を担っている可能性があります。日々の選択や思考が現実そのものに影響を与えているとしたら、私たちはどのように生きるべきでしょうか。また、もしアカシックレコードが実在するなら、それは私たちが全ての経験を通じて宇宙の情報ネットワークに貢献していることを意味します。つまり、私たちの意識が一時的に消えることがあっても、その痕跡や影響は情報として宇宙に残り続けるのです。この考え方は、私たちの人生や行動が決して無意味ではないという希望を与えます。同時に、創造主や神の存在が私たちの選択を観察し、場合によっては導く存在としての可能性を示唆します。この動画を通じて、あなたはどの仮説が最も現実に近いと思いましたか？ぜひ、今回の動画を見たあなたの考えや感想、そして不思議な体験談をコメント欄でシェアしてみてください。次回の動画では、この世界の正体に関わる世界の創造主や神の正体を探っていきます。このチャンネルと一緒に世界の真理を探求していきたいと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価または低評価をよろしくお願いします。さらに、絶対に見逃せないと思っていただけた方は、ベルマークボタンから全てを選んでいただくと、次の動画が公開された段階で通知がいくようになります。今後も動画を作り続けるには、視聴者の皆さんのご協力が不可欠です。何卒よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。